全然、まあ研ぎを本当に一生懸命やりたいなってなるんだったら、まず硬い包丁は買わないことかもしれない。まずは手持ちの包丁でいいですよね。そうですね。今ある包丁でいいんで。買う必要もないね。そうで、なんかとりあえず周りの人を幸せにしてみましょうか。うん。大体その研ぎ師になりたいんですとかっていう人たちは、やっぱりそういう小さな成功体験で周りの人たちの研いであげて、めっちゃいいとかまた研いでとかって喜んでもらったりするのが楽しくて、なんかなろうと思ったっていう人がめちゃくちゃ多いから、そういう意味ではね。でやっぱり技術ものだから早く回数を繰り返すっていうのがとても大事なんで、やっぱり切れ味が落ちるのを待つよりも新しくその練習材料として周りの人を巻き込んでいっぱい預かって研いで、良くも悪くも失敗も成功もするっていうのをやっぱりやっていくと早く上手くなれるかなと思うね。まあ、数こなすのは大事ですし、もしもっと今回初めてですみたいな人でやったら、もう砥石なんて本当何でもいいと思うんで、もう Amazon で一番安いやつでもいいんじゃないかなと思います。砥石として売っているものであれば、まず手始めにであれば、でまずそれに一番安い面直しで面を直せる状況を作って、家にある包丁をまずは研いでみる。でそれで切れるようになる、切れるようになるんだっていうのを一回体験してもらうと、まずはそこからスタートかなって思いますよね。何でもいいと思います。安い包丁でも本気でちゃんと研いだらめっちゃ切れる。切れるんですか本当に。そう切れるようにはできるんでね。100均の包丁だって恐ろしく切れるようにできるんだから、間違いない。仮にそれが始めるのになんか何十万かかるとかだったら、いろいろ調べて時間使って考える気持ちもすごい分かるんですけど、僕のその当初を振り返ってみると、その悩んでる時間がもったいないなというか、2、3千円で買えちゃうんで、それでなんかもう何日何ヶ月悩んでるんだったらもうパッと買ってとりあえず失敗してもいいぐらいの気持ちでやって、その中で切れる切れないをやっていくうちになんかもうちょっと上手くなりたいなっていうのが出てくるので、なんかとりあえずもう何も難しいこと考えずに今すぐこの動画を見終わったらもうポチるすぐそうですね。ポチってなんか始めるっていうのは大事かなと思う。研ぐの初めてですっていう人の包丁切れてないですから、絶対に良くなることしかないです、研ぎたら、はい。あとはね、多分そうやってやったら何の砥石使ったか、どの包丁を研いだか、鋼材がわからないにしろ何が問題が起きたかを言ってくれたらかなり解決ができる。やってくれたら。本当それは思います。なんか何の砥石がいいですか、硬いのがいいとかも言われるんですけど、その基準が使ったことないと、そのどの砥石に対して硬いのか、その柔らかいのかっていうのも返答ができないんで、硬い砥石くださいとか柔らかい砥石くださいと言われてもめっちゃ困る。何に対して柔らかいのか何に対して硬いのかが難しいんで、特に市販の砥石でもこれ使ってみたで、これは僕は柔らかいと思いました、これより硬いと思うものは何ですかっていう質問だったら答えやすいんですけど、その基準が1個ないとなんかすごい答えにくいね、という意味でもなんかまず1個使ってみて、使うとなんかそこから先のその広がりの幅ができると、一回使ってみたらいいんですよね。でこれより硬いのくださいとか、そう言ってくれれば分かる。そうするとなんかこの人がおそらく好きであろう砥石のなんか方向性は提案できるかなと思う。これが嫌いだったらもしかしたらこっちは好きかもなっていうのはなんか分かると思うんで、まず1個使うっていうのは、その通りでございます。